々しく過ぎていく時の波にふと足をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私、木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。久しぶりに母と旅をすることになった。このところ家に閉じこもりがちな母が心配だったので、どこか行こうか、かな子。と言われたときはほっとした。行き先を決めるにあたり、母と私は3つの条件が一致していた。おいしいものが食べられること、温泉、そして3つ目は人があまりいないこと。私はもともと人混みが苦手で、ぐったり疲れてしまう。せっかく旅に出てリフレッシュしようと思ったのに、観光客でにぎわう場所に行って家に帰ると、はあ、うちが一番とソファーに沈み込む。母は私より社交的で人酔いなどしないと思っていたが、実は同じようにくたびれてしまうらしい。どこに行こうか。そう私が言うと、母は間髪入れずに、青森と言った。かつて私も真冬に青森に一人旅をした。雪国の人には怒られてしまうだろうけれど、一面の雪景色に立ち、深呼吸をすると、清浄な空気が肺いっぱいに広がる感じがして嬉しかった。青森、いいね。すぐに同意する。八戸からさ、青い森鉄道乗ってみたいんだよね。母が言う。浅虫温泉に行った時の失敗がよみがえる。電車のすべてのドアが開かないことを知らず、次の駅まで行ってしまったこと。三沢に宿を取った。旅は行く前が楽しいことを思い出した。母を喜ばすために今までの知識を総動員する。果たして青森への二人旅、どうなることやら。
新幹線の八戸駅のホームに降り立つと、いきなり冷気がやってきた。凛とした冷たさ。思わずダウンのチャックを首元まで上げる。母と私の二人旅、すでにトラブルは始まっていた。予定していた新幹線に乗れず、八戸での滞在時間が短くなってしまった。本当は八戸の食のテーマパーク、八食センターという市場で、イカやタコやホタテがあふれる海鮮丼を昼食に食べるはずだった。三沢行きの電車まで残り30分。お腹が空いた。私はとっさに駅前のラーメン屋さんを提案した。実は何にも前知識のないお店。でも何事も権威に偏りがちな母に喜んでもらおうと、つい口から出まかせを言った。美味しいって雑誌に紹介されたとか、されないとかで、創業はあれかな、明治大正前に来た時にね、すっごく美味しかったから、ぜひお母さんに食べてほしくて。初めて訪れるお店。ガラガラと引き戸を開ける。カウンターとテーブル席が2つの小さなお店。壁には手書きのメニューが貼ってあり、小さなテレビではワイドショーをやっている。中華そばを2つと餃子を1つ注文した。母が白髪の店主に尋ねる。ずいぶん昔からやってらっしゃるのよね。店主はことも投げに言った。まあ、10年ですね。今年で。八戸駅前の中華そばは美味しかった。煮干し、サバ、イワシのスープが優しくて、縮れ麺に程よく絡む。餃子もパリッと焼き上がり、美味。母と二人でつい生ビールを頼んでしまった。カウンターでは駅員さんだろうか、青い制服を着た若い男性が塩ラーメンをすすっていた。30分なのに欲張るからこういうことになる。お店を出た途端、母と私は雪道で転んでしまった。正確に言えば、転びそうになった母が私をつかみ、バランスを失って倒れる私が母にぶつかって、まるでラグビー選手のタックルのように二人で雪に沈む。大丈夫ですか？見上げれば、そこに塩ラーメンの男性。私たちが立ち上がるのを助けてくれた。二人とも幸いなことに大事に至らずに済んだ。凍った雪の上に柔らかい雪がふわっとかかっているんですよ。見た目にはふかふかに見えるけど、下はもうツルッツルなんです。男性は白い息を吐きながら話した。13時33分発に乗られるんですよね。急ぎましょう。彼は私のキャリーケースを持ってくれた。八戸の駅に歩きながら彼は話した。さっき
青い森鉄道に乗りたかったって言ってくれましたよね、お店で。中聞こえてきて、すごく嬉しかったです。僕、大学は東京だったんですが、ふるさとに戻ってきて、今はここでの暮らし満足していますが、時々わからなくなるんです。もしあのまま東京にいたらどうなってたかなって。そこ気をつけてください。滑ります。男性の優しい横顔のおかげで、私たちの心はポカポカになった。この人ならどこで暮らしても幸せはやってくる。そんな風に感じた。旅人にはふわふわでふかふかに見える優しい雪も、その奥には氷が潜んでいる。生活とはそんな氷との戦いだ。ありがとうございました。私たちが声を揃えて言うと、彼は大きく右手を上げて去っていった。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。作、北坂雅人。演出、広島聡。朗読は私、木村多江でお送りいたしました。